今回はタイムラインパネルについて解説していきます。タイムラインパネルは AE の作業のメインとなるパネルで最も重要なパネルです。アニメーションやレイヤーを管理する上でこのパネルの知識は必要不可欠です。作業するときにタイムラインパネルは触らないわけにはいかないですからね。なので普段使い慣れていると思いますが、改めて簡単にチェックしていきましょう。ではタイムラインパネルを見ていきましょう。ここにロゴアニメーションのコンポジションがあります。再生します。このようにキーフレームによって文字がアニメーションしています。タイムラインパネルは大きく分けて左と右のエリアに分けられます。左側はレイヤー情報エリアで各レイヤーの管理を行う部分です。右側は時間軸エリアで左から右に時間が進行します。アニメーションの設計図を時間軸に沿って管理するエリアです。各レイヤーを行で見て時間軸のタイミングにキーフレームを打っていきます。まずは左側のレイヤー情報エリアから見ていきます。他のソフトと同様でレイヤーは上のものほど画面の手前に表示されます。逆に一番下にある白平面のレイヤーは画面の最も背面に表示されます。他のレイヤーは使うソフトと同じですね。文字のレイヤーが並んでいますが、レイヤー名以外にスイッチがたくさんあります。初心者にとってはすごく複雑に見えますね。私がいつも表示している項目はこんな感じです。このスイッチ類の表示項目は増やしたり減らしたりできます。上部の列名部分を右クリックすると列を表示できます。全部でこれだけの列が用意されています。一旦列をすべて除いていきます。するとレイヤー名だけが残ります。これが最も簡略化した状態です。ここまでシンプルなレイアウトは見たことないですね。今回は全項目説明していくので列を順番に追加していきます。まずは AV 機能の列を追加します。目玉アイコンのスイッチはレイヤーの表示、非表示を切り替えます。今小さい U の文字のレイヤーを操作しています。目玉を消せばレイヤーを画面から非表示にすることができます。次のスピーカーアイコンはオーディオのオンオフを切り替えます。当然オーディオが含まれないレイヤーはここが空欄になっています。今回で言うとこの WAV の音声データのレイヤーに音が含まれています。音声データなので逆に目玉が空欄になっています。このような音のみのレイヤーはどこに配置しても問題ありません。次にこの小さい丸いアイコンはソロスイッチです。これを押すとそのレイヤーだけを表示することができます。ソロスイッチは複数のレイヤーで同時にオンにすることもできます。ちなみにスイッチはいちいちクリックしないでもドラッグでオンにできます。次に鍵のアイコンです。このロックスイッチをオンにするとそのレイヤーは編集できなくなります。ロックするとレイヤーは選択できなくなります。ここまでの4つのスイッチが AV 機能と呼ばれる列です。このグループは絶対に必要なスイッチですね。では次にラベルの列を追加します。ラベルとはこの色のついた四角部分です。クリックして好きな色に変更できます。例えば同じ種類の素材で色分けしたりしてレイヤーを管理できます。整理するための目印ですね。このコンポジションでは文字ごとに色分けをしています。次はシャープと書いてある列を追加します。これはレイヤーの番号です。レイヤーには上から順番に番号が振ってあります。この番号は何に使えるんですか？ショートカットキーとして点キーの数字を押せばそのレイヤーを選択できます。あとはエクスプレッションでこの番号を利用してレイヤーを指定できたりします。スペースも取らないのでこの項目も表示させていた方がいいですね。次はレイヤー名です。この列は唯一除外できない項目です。上部の列名部分をクリックするとソース名とレイヤー名を切り替えられます。ソース名は元の素材名です。一方レイヤー名はエンターキーで名前を変更できます。同じソースの素材でもレイヤー名は個別に変えることができるんですよね。次はコメントの列を追加します。これはメモ帳に使用できます。指示や目印に使用できます。あまり使用する機会がないんですよね。チームでの共同作業で便利に使用できますよ。次はモードの列を追加します。この列も重要なグループです。まず描画モードを変更できます。描画モードで下のレイヤーとの合成の仕方を指定することができます。加算とか乗算とかオーバーレイとかの合成モードですね。次は T と表示されたスイッチ。これは下の透明部分を保持というスイッチです。U の文字のスイッチを入れてみましょう。このスイッチは下のレイヤーの透明度に合わせてレイヤーを透明にします。背景の白平面の不透明度を 50% にします。すると U の文字の部分も不透明度 50% になります。この機能はどういった時に使うのですか？
そうですね。あまり使う頻度は多くはないのですが、例えばこういう正方形のシェイプを作成します。下のレイヤーの形でクリッピングされるようなイメージで使えます。トラックマットに似たような役割を持っています。例えば地図のグラフィックをコンポジションに入れます。この地図のレイヤーのスイッチをオンにします。このような地図スーパーを作成するときなんかに使えます。なるほど。正直使ったことなかったです。次はトラックマットです。今説明した下の透明部分を保持によく似ています。トラックマットもクリッピングできる機能です。地図のレイヤーからピックウィップで正方形のシェイプレイヤーに引っ張ります。これで正方形のシェイプレイヤーをマットとして使用できます。このようにトラックマットを使用するとスイッチが現れます。これはアルファマットのアイコンです。指定したレイヤーのアルファチャンネルを使用してクリッピングします。右側のスイッチを入れるとマットを反転することができます。左側のアイコンをクリックするとルミナンスマットに変更できます。これは色の輝度情報でクリッピングします。白黒情報のことですね。地図がかなり薄くなりました。これは赤の輝度情報を使用しているからです。シェイプの色を赤から白に変更してみましょう。白は輝度が高いので透明でなくなります。右側のスイッチでルミナンスマットも反転できます。下の透明部分を保持よりもトラックマットの方が高機能です。どこからでも指定できて、レイヤーの位置に制限がないのがいいですね。次はスイッチの列を追加します。これは独立した機能のスイッチ群が格納されています。この列も絶対に表示しておいた方がいい項目ですね。まず一番左がシャイスイッチです。シャイを使用するとレイヤーを隠すことができます。U の文字のレイヤーのシャイスイッチをオンにしてみます。レイヤーが消えました。この機能は右上のシャイスイッチがオンになっていることが前提です。これが大元のスイッチになっているんですよね。オフにするとシャイのスイッチは無効となり、U の文字のレイヤーが現れます。どんな時にレイヤーを消すんですか？これもレイヤーを整理したい時ですね。触る必要がないレイヤーをシャイスイッチで隠します。次は太陽のようなアイコンのスイッチです。これはコラップストランスフォームと連続ラスタライズのスイッチです。一つのスイッチで2つの役割があるのですか？少し混乱するかもしれませんがその通りです。このスイッチはレイヤーの種類によって2つの役割をします。コンポジションレイヤーの場合はコラップストランスフォーム、ベクトルレイヤーの場合は連続ラスタライズになります。まずは連続ラスタライズとは何か説明します。地図のコンポジションに入ります。この地図のレイヤーは AI データのレイヤーなのでベクターデータです。ベクターデータとは拡大しても劣化しないデータです。この群馬県のレイヤーをソロ表示して拡大してみましょう。拡大するとベクターデータなのにボケました。ベクトルレイヤーの連続ラスタライズをオンにすると劣化がなくなりました。つまり連続ラスタライズとはベクターデータとして扱うスイッチです。このスイッチを入れていないと AI データといえどラスターデータとして扱います。元に戻します。この地図は全レイヤーがベクターデータです。全レイヤーの連続ラスタライズスイッチをオンにします。上の階層に移動します。この地図のコンポジションに注目してください。この地図を拡大します。中はベクターデータなのでボケないはずですがボケました。プリコンポジションはあくまでそのコンポジションサイズの画像として扱われます。それを解決するのがこのスイッチです。このスイッチはコラップストランスフォームになります。スイッチを入れると劣化がなくなりました。コラップストランスフォームはコンポジション内の属性を外に通過させます。レイヤーの解像度も属性に含まれるのでこれで拡大しても劣化しなくなります。連続ラスタライズとコラプストランスフォーム、スイッチを入れたレイヤーのポテンシャルを生かす意味では似た機能ですね。鋭いですね。ちなみにどちらの機能もオンにすると PC に負荷がかかります。次は斜めの点線のアイコン。これは品質とサンプリングのスイッチです。これは画像や映像を拡大した時の処理の仕方の設定です。拡大した時の劣化をどう抑えるかの機能ですね。デフォルトで右肩上がりの線のアイコンをバイリニアと言います。バイリニアは周囲4ピクセルを参照して色を補完する方法です。もう一度クリックするとカーブのアイコンになりました。少し画像がシャープになりましたね。これはバイキュービックというサンプリング方式です。バイキュービックは周囲16ピクセルを参照して補完を行う方式です。よりシャープになりますがバイリニアに比べて計算が重くなります。どう使い分ければいいのですか？一般的にバイリニアはイラスト向き、バイキュービックはより解像感が欲しい写真や実写映像向きです。基本デフォルトのままバイリニアでいいと思います。もう一度クリックすると左上がりのアイコンになりました。
これはドラフトと呼ばれ、粗い画像になります。アンチエイリアスがオフになり、輪郭がガタガタになりました。これは簡易表示モードで品質を落としてプレビューや編集を軽くします。レイヤーごとに品質を落とせるのは知らなかったです。次は FX と書いてあるエフェクトスイッチです。適用されているエフェクトだけを強制的にオンオフできます。ほとんどのレイヤーにこのスイッチがついていないですけど、これはレイヤーに何もエフェクトを適用していないということです。今回の場合、この調整レイヤーにしかエフェクトを使用していません。この調整レイヤーには色を調整するトーンカーブを適用しています。スイッチをオフにするとエフェクトの効果がオフになります。次はフィルムのアイコン、フレームブレンドスイッチです。時間伸縮した際に不足するフレームを補完して滑らかにする機能です。ここにあるシェイプレイヤーでは空欄になっていますね。このスイッチは映像データに使用するスイッチです。なので準備した映像データをコンポジション内に入れます。再生します。このような電車が走っている映像です。伸縮の列を追加します。この電車の映像を 500% に伸縮してスローをかけます。再生します。引き伸ばした分、フレームが足りなくてカクついた映像になりました。ではフレームブレンドのスイッチを押してみましょう。右上の大元のスイッチがオンになっていることが前提です。このフィルムが重なるアイコンがフレームミックスという補完です。もう一度クリックして、このアイコンがピクセルモーションという補完です。それぞれを比較してみましょう。まずこれがオフの状態です。5倍スローにした状態です。フレームが不足しているのでカクついています。5フレームに1回しか動いていない状態ですね。そしてこちらがフレームミックスにした動画です。不足しているフレームを補完しているので残像がついてカクつきが緩和しているのが分かります。こちらがピクセルモーションにした動画です。一見不足しているフレームを完全に補っているように見えます。動きはめちゃめちゃ滑らかですね。ただよく見ると電車の動きに応じて線路の砂利も動いていて動画が破綻しています。フレームミックスは前後のフレームを混ぜ合わせて中間を見せる方式です。なので完全には滑らかにはなってないです。一方ピクセルモーションはピクセル単位で解析してフレームを生成する方式です。最も滑らかに補完できるが処理が重く歪みが発生することもあります。使い分けは適用してみてうまくいくかテストする必要があります。動画によって向き不向きがあるということですね。その通りです。次はモーションブラースイッチです。このスイッチをオンにしているレイヤーはモーションブラーがつきます。これも右上の大元のスイッチがオンになっていることが前提です。モーションブラーはアニメーションをよりリアルに表現することができます。映像の重要な要素の一つですね。次は調整レイヤースイッチです。このスイッチを入れることでレイヤーが調整レイヤーとして振る舞います。調整レイヤーとして振る舞う？そのレイヤーに適用したエフェクトが下のすべてのレイヤーに影響するようになります。もともと私たちが普段使用している調整レイヤーは平面レイヤーの調整レイヤースイッチをオンにしただけのものです。最後のスイッチは立方体のアイコン 3D スイッチです。チェックを入れたレイヤーは 3D レイヤーとして認識されます。 2D と 3D を切り替えるスイッチですね。文字のレイヤーすべてと背景の白平面を 3D レイヤーにします。これで空間に奥行きの Z 軸が追加されました。位置のパラメーターも3次元の座標になっています。初期状態で Z 軸の座標は0になっています。U の文字を Z 軸を動かして背景の白平面より奥に移動します。これで U の文字が見えなくなりました。今までは 2D 空間だったので上のレイヤーが手前に表示されていました。 3D 空間の場合 Z 軸の数値が小さいほど手前に表示されます。何が言いたいかというとここに調整レイヤーを作成します。 U の文字と死の文字の間に作成しました。すると U の文字が再び現れました。この 3D スイッチに注目すると枠が途切れたのが分かります。これは調整レイヤーの上と下で 3D 空間が分断された状態です。この上と下のグループはレイヤーが上にある方が手前に表示されます。 Z 軸の位置座標は関係なくなります。だから U の文字が再び表示されたということです。 2D 空間の時のように上のレイヤーが手前に強制的に表示されるのね。当然この下のグループでは同じ 3D 空間内で Z 軸の座標が機能します。これは自然と発生することなので混乱しないように覚えておいてください。あまり意識しなかったですが、この枠が重要なんですね。ヌルレイヤーだとこの現象は起きません。この 3D 空間を分断する役割を持つレイヤーをビンブレーカーと言います。調整レイヤー以外にビンブレーカーになるレイヤーを教えてください。
基本的に塗る以外の 2D レイヤーはビンブレーカーです。そして調整レイヤーは 2D、3D にかかわらずビンブレーカーです。あとはレイヤースタイルを適用したレイヤーです。試しに魔の文字にレイヤースタイルの境界線をつけてみましょう。3D 空間が分断されました。レイヤースタイルはあくまで 2D 処理なので、このように空間が壊れます。これがレイヤースタイルが 3D 環境との相性が悪い理由です。これらがスイッチのグループの列です。かなり重要なスイッチが集まっていますね。これも表示しておいた方がいいですね。次は親とリンクの列を追加します。これは親子付けに関するエリアですね。例えば親にするための塗るレイヤーを作成します。ピックウィップを使用することで簡単に親子付けができます。子は親についていくルールがあるので便利に活用しましょう。これも頻繁に使うので表示しておきましょう。次はキーの列を追加します。これはキーフレームが打てるボタンです。真ん中のひし形のボタンでキーフレームを打てます。左右の矢印はそれぞれ前後のキーフレームに移動できます。これはプレミアプロにもあるボタンですね。ただ AE ではショートカットキーでキーフレーム間を移動している人が多いです。 J と K で前後のキーフレームに移動できます。さらにストップウォッチでキーフレームも打てます。すでにキーが打ってあるパラメーターにはこのボタンが先頭に表示されます。ということはキーの列は必要ないということですね。私は普段使用していませんね。次はレンダリング時間の列を追加します。こちらのコンポジションで見ていきましょう。レンダリング状況が色付きのバーで表示されます。バーの横に現在のフレームにかかったレンダリング時間が表示されます。緑、黄色、赤と変化して赤に近くなるほど重たいレイヤーになります。この表示があればどのレイヤーが重たいのか一目瞭然ですね。このコンポジションであればこの炎のメインコンポが重いですね。中を開いてみましょう。 ms とはミリ秒なので1000分の1秒です。 296ms はだいたいレンダリングに 0.3 秒かかっているということです。これは必要な時に表示するようにしたいですね。そしてこのフレームのレンダリング時間が画面の左下に表示されています。全レイヤーの合計レンダリング時間ということですね。そういうことです。次はインとアウトとデュレーションの列です。3つの列に分かれていますが一緒に説明しますので追加します。インは表示が始まる位置、アウトは表示が終わる位置です。そしてデュレーションはレイヤーの全体の長さです。レイヤーを30フレームで切るとデュレーションは31フレームになります。さらにこのようにレイヤーをスライドするとインとアウトが変動します。最後に伸縮の列を追加します。伸縮を 50% にするとデュレーションは半分になります。つまりレイヤーの再生速度を変更することができます。伸縮率を 50% にすると2倍速になるということです。なるほど、レイヤー自体を伸縮できるんですね。これで全ての列の説明が終わりましたね。今説明してきた項目は上部の列名部分をドラッグすると配置を移動できます。そして列の境界部分をドラッグすることで列の表示範囲を調整できます。カスタマイズできるんですね。そして左下にアイコンが4つ表示されています。これは重要な列が簡単に表示非表示できるようにボタンが配置されています。左からスイッチ、2つ目がモード、3つ目がインとアウトとデュレーションと伸縮です。4つ目のカタツムリマークがレンダリング時間です。このボタンで簡単に列の表示非表示が切り替えられます。この4つはよく切り替えるであろう列ということですね。ではパネル左上の数字に注目してください。これは現在の時間を表しています。現在の時間というのはインジケーターがある今アクティブになっているフレームです。コンポジションパネルでプレビューしている映像も現在の時間のフレームです。インジケーターとパネル左上のフレーム数はリンクしているということですね。その通りです。このようにこの数字をドラッグすればインジケーターも動きます。それに伴いプレビューの映像も動きますね。フレームを直接入力することもできます。100と入力すれば100フレーム地点に現在の時間を移動できます。この現在の時間はコントロールキーを押しながらクリックすることでタイムコード表示にできます。タイムコード表示とフレーム表示を切り替えれるんですね。タイムコード表示にした時の直接入力は少しルールが変わります。先ほどと同様に100と入力します。すると100フレーム地点ではなく1秒地点に移動します。入力した数字をタイムコードの後ろの桁から埋めていきます。100フレーム地点と1秒地点じゃ全然意味が違ってきますね。あとはタイムコードのコロンを小数点に変えて入力する方法ですね。例えば 1.2.3 と入力すると
1分2秒3フレーム地点に移動します。小数点が桁を変える記号として使えるわけですね。1分2秒3フレーム地点はこのタイムラインでは枠外になってしまいました。現在の時間の枠外に移動した場合、プレビューはなくなるのですね。次にその横の検索欄ではタイムライン内の検索に使用できます。タイムライン内の検索？例えばレイヤーを選択した上で1と入力してみましょう。検索窓をクリックしても OK ですし、コントロール F でも検索できます。すると選択したレイヤーの中にある位置のパラメータを表示できます。レイヤーを選択せずにカラーと入力すると全レイヤーのカラーだけを表示できます。レイヤーに注目してください。レイヤー番号の1と2のレイヤーが消えています。検索欄からカラーの文字を消します。すると消えた1の塗るレイヤーと2の調整レイヤーが表示されました。なぜ2つのレイヤーは消えたのですか？この塗ると調整レイヤーのパラメータ内にカラーのワードが含まれてなかったからです。次はグリーンと入力してみましょう。するとラベルの色に反応して緑のラベルのレイヤーだけを表示できます。ちなみにラベルの列をレイアウトから外していたらこの検索は機能しません。コメントも検索に引っかかるので音と検索して音データだけを表示させたりもできます。コメントも上手に使用できるということですね。では検索欄の右のスイッチに行きましょう。コンポジションを変更して説明します。このスイッチはコンポジションミニフローチャートと言います。コンポジションが階層化されている場合、その階層構造を表示し移動できます。私も階層の移動は必ずこのスイッチで移動しています。キーボードショートカットとしてタブキーでもこのミニフローチャートを表示できます。知らなかったです。これは使えますね。コンポジションを戻して説明を続けます。ミニフローチャートの隣の3つのスイッチは先ほど説明したので飛ばします。チャイ、フレームブレンド、モーションブラーのスイッチですね。その通り、ありがとうございます。その右側のグラフのアイコンはグラフエディターというスイッチです。アニメーションのキーフレームを表示します。コントロールプラス A で全選択してショートカット U でキーフレームを表示します。今のこの状態のタイムラインの表示をレイヤーバーモードと言います。スケールのキーフレームを選択してグラフエディタスイッチを押します。するとキーフレームをグラフエディタモードで見ることができます。キーフレームの値の推移をグラフで見ることができるんですよね。細かいアニメーションの調整には便利なモードです。グラフエディターの詳しい解説はここでは割愛します。ここからは右半分の時間軸エリアの説明をしていきます。説明のために左側のレイアウトを整えさせてください。では右半分のタイムラインの説明をしていきます。タイムラインは左から右に時間が進行します。ショートカット、コントロール K を押します。これはコンポジション設定で、ここでタイムラインの設定を確認、変更できます。今は開始タイムコードが0で、デュレーションが6秒になっています。デュレーションとはタイムラインの全体の長さです。このフレームレートも重要です。今フレームレートが 24fps になっているので、1秒が24フレームに分けられています。1秒地点にインジケーターを持っていくと、フレーム数は24になっています。このコンポジションでは設定で24フレームで1秒になっているわけですね。タイムラインを拡大してみましょう。拡大する場合、オルトキーを押しながらマウスホイールを回すと拡大縮小ができます。それかこちらのスライダーでも拡大縮小ができます。拡大した後はスペースキーを押している間は手のひらツールが使用できます。見てください。 AE の時間の最小単位はフレームです。拡大すると1秒間が24フレームに分けられているのがよくわかります。したがってこのコンポジションでは1秒間に最大24個のキーフレームしか設定できません。タイムラインの左端がスタート地点で0フレームになっています。そして右端は5秒23フレームになっています。デュレーションが6秒になっています。ショートカットキー B で開始点、N で終了点を設定できます。オルトプラスシフトプラス J で現在の時間を移動できます。では10フレーム地点で B を押します。そして3秒15フレーム地点で N を押します。この水色のバーの範囲がワークエリアと呼ばれる範囲です。ワークエリアは現在作業対象としている領域です。レンダリングする場合、デフォルトではこのワークエリアの範囲が書き出されます。タイムラインをプレビューする場合、点キーの0で再生できます。プレビューする場合もワークエリアの範囲を再生します。ワークエリアが重要なのはよくわかりましたが、上の細いバーは何ですか？先ほど説明を省きましたが、このバーでもタイムラインの拡大縮小ができます。タイムラインの拡大縮小はたくさん手段があるんですね。そしてタイムラインの右端の五角形のアイコン、このスイッチは現在の時間にコンポジションマーカーを作成することができます。マーカーは目印ですね。マーカーをダブルクリックして
コメントの欄にメモしたりラベルで色をつけられます。マーカー作成はショートカットキーとして点キーのアスタリスクでも追加できます。この方法であればプレビューしながら再生の邪魔をせずにマーカーを追加できます。名前をつけてマーカーを作成したい場合はオルトプラスアスタリスクで作成してください。少し戻します。逆にマーカーを削除するときはコントロールを押しながらマーカーをクリックすれば削除できます。単に印という意味だけでなくマーカーの位置をエクスプレッションに利用できたりもします。このようにレイヤーを選択した状態でアスタリスクを押すとレイヤーマーカーを作成できます。レイヤーマーカーは特定のレイヤーのデュレーションバーに作成できるマーカーです。マーカーにはコンポジションマーカーとレイヤーマーカーの2種類があるんですね。あとマーカーはインジケーターやレイヤーをスライドした時のスナップする対象になります。例えばこのようにシフトを押しながらインジケーターを動かせばマーカーにスナップされます。先生はマーカーをどんな時に使っていますか？例えば音声データの波形を表示してその波形に合わせてマーカーを作成します。音にアニメーションを合わせたい時にあらかじめ目印をつけておくと便利ですね。コントロールを押しながらインジケーターをスライドして音を聞きながらタイミングを合わせています。なるほど。音にアニメーションを合わせるのは基本ですもんね。私はマーカーはよく使っていますね。いかがでしたでしょうか？一通りタイムラインパネルのインターフェースの説明ができたと思います。ボタンの各機能が理解できたので安心して鋭意を触っていける気がします。何度も言いますがタイムラインは作業をする上で最も大事なパネルです。本当はアニメーションの作成までこのまま解説したいところですが今回はあくまでインターフェースの説明ということで実作業は別の動画でやりたいと思います。キーフレームアニメーションについての動画を見ます。では本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。